こんにちは。今日も見てくれてありがとうございます。皆さん、突然ですが、日本って地震がとっても多い国ってこと知ってますか？結構ニュースでもたびたび日本で大きな地震がありましたっていうニュースは世界でも報道されていると思うので、日本が地震大国だってことは知っている人も多いかもしれません。本当に地震多くって、小さい地震だったら毎日起きていると言われています。小さい地震っていうのは普通に生活していたら気づかないレベルの地震ってことです。それだったら本当毎日でも起きてるぐらい地震が多いんです。で、実際私は東京に住んでいますけど、1週間に1回月に2回ぐらいは少なくとも揺れを感じます。家で仕事している時に少し揺れたりとか、外歩いてる時はあんまり気づかないんですけど、家にいるとやっぱり照明が揺れたり、机が揺れるので、すぐに気づきます。だいたい小さいので、10秒、20秒ぐらいで終わって、揺れもそんなに大きくないので、物が倒れてきたりとか、そういう心配もないんですけど、それでもやっぱり、大きい地震も定期的にあるので、小さい地震が来るたびに、どうしよう、これが大きい地震だったらどうしようって、すごく怖くなります。毎回不安になります。これは本当に慣れるものではなくて、毎回新鮮に怯えてます。で、今日は動画で何を話したいかっていうと、日本に住んでる外国の方、もしくは日本に長期滞在する外国の方が結構多いと思うんですけど、自分の国で地震がなかったら、その地震についての知識が全然ないですよね。実際日本に滞在している間に、もしも大きい地震が来てしまった時にどう避難したらいいのか、どういう行動を起こすべきなのかっていうことと、あとは日頃から行える対策についても少し話していければと思います。最後まで見てくれたら嬉しいです。まずはじめにちょっと私の体験談からお話ししたいんですけど、私が覚えている限り、生まれてから今まで記憶に残っている大きな地震は1回です。それは2011年に起きた東日本大震災です。この時私は高校生でした。で、学校から家に帰る途中でその地震が起きて、私はその時、駅にいたんですけど、その時の状況とか光景を今でも鮮明に覚えています。私は埼玉県っていうところに住んでいたので、実際にその地震が起きた震源地とは結構離れていたので、直接的なすっごい大きな被害っていうのはなかった地域なんですね。なんですけど、それでもすっごい揺れて、もうなんて言うんだろう、衝撃みたいなのが来てドーンって。で、何が起こったのっていう。で、その後に揺れが続いて、で、私はその時、その学生だったんですけど、周りの大人たちがすごいパニックになって走り回って逃げ回っていたのをすごい覚えています。で、近くにいた警察官がこっちです、こっちですって避難を呼びかけていたのも覚えています。そして駅の中の窓が割れて、それが落ちてきて、奇跡的にそこに人はいなかったので、誰も怪我はしなかったんですけど、怖かったですね。何が怖かったかっていうと、やっぱり自分はまだ子供だったけど、大人がパニックになっている光景って普段あんまり目にしないじゃないですか。だから、それが一番衝撃的でした。周りの大人がすごいパニックになっていて、
これはとても深刻なことが起きているんだっていうのをすごい実感したし、その揺れが結局、その最初の大きい揺れがだいたい長かったんですけど、結構長くて数十秒、なんかすごい長く感じたんですけど、1分とかに感じたんですけど、数十秒続いて、その後に余震っていう大きい地震があって、その後何回かさらに地震が続くことを余震って言うんですけど、それも定期的に続いていたのを覚えています。で、もちろん電車止まったので、家に帰れなくて、タクシーで帰るために、高校生なんですけど、そのタクシーの列に何時間も並んで、知らないお姉さんが、一緒に乗っていいよって言って、タクシーでそのお姉さんと一緒に帰った記憶があります。そうですね。すごい衝撃的だったのを、すごく鮮明に覚えています。で、もうすぐ東京に大きな地震が来るんじゃないかとも言われていて、そのために、じゃあ日頃からどう対策していくのか、そういう知識が、日本人なら結構誰しもあるんですけど、多分外国の方は知らない人がほとんどだと思うので、ちょっと今から教えていきますね。まず、室内にいる時に地震が起きた場合、近くにもし机とか頭を隠せるものがあったら、その下に行って頭を隠した方がいいです。例えば机だったら机の下にこうやって丸くなって隠れるとか、とにかく頭を守ることが大事だと言われています。そしてもちろん窓ガラスとか割れちゃうので、窓ガラスの近くには寄らない方がいいです。窓ガラスの近くから離れた方がいいです。結構、すごい対策をしっかりしている人は、窓ガラスに、割れないようなテープを日頃から貼っている家庭とかもあるんですけど、私のアパートはちょっと今そこまではやってないので、やった方がいいかなと思うんですけど、そういう窓もありますけど、きっとほとんど、そのテープしてないことの方が多いので、とにかく窓からは離れてください。そして室内にいるときに地震が来たら、物とか倒れてくるし、タンスとか、そのちょっと高いね、オブジェとか全部倒れてくると思うんですよ。なのでパニックにもなるし、怖いって思うと思うんですけど、揺れが一旦収まるまでは、その場から動かず、外に出ないようにしてください。一旦怖くても、ちょっと頭を守ったり、机の下に隠れたりしながら、待機、その場所で。で、揺れが収まったら、そこで初めて行動をするようにしましょう。揺れている最中は、逃げ回ったりとか、するのはやめましょう。その方が危ないです。で、あと家にいるとき、もし料理中だったりとか、冬でちょっとストーブを使っていたりとか、火を使っていたときはすぐに火は止めましょう。地震で何が一番死亡の原因かっていうと、火事になる。または津波なんですけど、火事で結構被害に遭うことも多いので、まず火を止めることを忘れないようにしましょう。そして家にいるとき、基本日本は家では靴は履かないんですけど、パニックになったとしても、靴だけは必ず履いて外に出るようにしましょう。ガラスの破片とか、たくさん物が落ちていて、裸足だと危ないので、靴を忘れずに履くようにしましょう。結構本当に対策している人とかだと、寝てる時もベッドの横に靴を置いてたりとかする人もいます。すぐ逃げられるように。そこまではしなくてもいいかもしれないですけど、それぐらい靴は大事ですので、足を守るために、靴は必ず履いて逃げるようにしましょう。あとは、もし日本に住んでいる方だったら、日頃から非常食とか非常用バッグっていうのが売ってますので、それを1個家に用意しておくととても安心かもしれないです。私も1個家に用意してるんですけど、
その中には、水とか簡易用トイレとか、タオルとか、ちょっとしたお菓子っていうかスナック、食べ物とか、ライトとか、何かあった時に数日間は、これがあれば、なんとか生活できるっていう備品を一つのバッグとか箱にまとめてあります。だいたい、Amazon とかでも買えるし、結構日本では当たり前のように、みんな家庭に一つ、あるようなものなんですけど、知らない方は持ってない人が多いと思うので、それを一個、用意しておくと便利です。何かあった時にもうそれだけ持って逃げる、みたいな。で、もし外にいた場合は、もちろん電柱とか高い看板とか、そういうものが上から落ちてくる危険性がありますので、そういうところからは離れるようにしましょう。もし近くに公園とか広場があって、周りに高い建物がないような安全そうな場所があったら、そこに行くのがベストです。で、さっきも言ったように、頭を守ることが大切なので、カバンとか何かリュックとか荷物を持っていたら、それで頭をちょっと隠したりとかして、頭を守ってください。そしてもし地震が来た時に海の近くにいたら、すぐに海から離れましょう。津波が来ます。もし近くに高いところ、高台とか山とか、高いところがあったら、高いところに逃げる方がいいと言われています。避難場所っていうのが必ず地域にあって、地震が来たら、ここに避難してくださいねっていう場所が必ずあるんですよ。で、その看板も必ずあるんです。なので、その場所に行く前に、もし来たらここに避難すればいいんだっていうのを、初めからちょっと見ておくとより安心かもしれません。新しい土地でどこに逃げたらいいかわからないと思うので、でも必ず避難場所っていうのがもともと用意されてますので、その場所を調べてそこに逃げるようにしてください。絶対に海の近くにいると津波が来て、その津波に飲み込まれて死んでしまうかもしれないので、絶対水辺は本当に危険です。そのさっき話した2011年に起きた大きな地震でも、ほとんど被害は津波が原因でした。日本は島国なので、どうしても津波からは逃れられないというか、宿命なんですけど、日本の。でも、とにかく海の近くにいたらすぐに逃げるようにしてください。はい。地震はね、起きてしまったら仕方ないし、起きることを残念ながら防ぐことはできません。でも、起きた時に自分が何をするかによって自分の身を守ることはできますので、ぜひ今日の知識を頭に入れておいて、地震が来てもなるべくパニックにならずに冷静に行動できるようにしましょう。とは言ってもパニックになるなという方が無理な話ではありますが、せめてね、日頃から備えて、地震が来ても、なるべく冷静に対応できるようにしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなって思った方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。